はい、エスプレッソバーバブです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はイカペさんのエスプレッソグラビティディストリビューターというものですね。こちらをレビューしたいと思います。イカペさんの商品をレビューするのは今回が初めてでして、ご存知の方も多いと思いますが、MHW3 ボンバーさんやノームコアさんなど、同じようにですね、コーヒーやエスプレッソツールを扱っておられるメーカーと認識しております。コーヒー界隈ではかなり有名だと思っていますし、私は商品のウェブサイトを見ているだけでとてもワクワクしますし、スタイリッシュで機能的な商品が多くて、新商品なんかが出るとですね、とても気になってしまいます。今回はそんなイカペさんから販売されているこちらのグラビティディストリビューターについて私なりの目線で紹介しようと思います。で、私もですね、いろいろと使っているツールたちも、少しずつ進化していっておりまして、例えば、左側奥ですね、このタンパーと呼ばれるものですけれども、最初はこういった普通の、タンパーを使っていたんですけれども、平行タンパーを使い出したりとか、このようにですね、いろいろと進化してきております。あとは先日紹介もしましたドーシングリングですね。こういったものも数多くですね、いろいろと使ってきておりまして、進化ですね、していっております。あとは、こちらに見えている WDT ツールであるとか、バックスクリーンなんかもですね、いろいろと試していっておりましたが、このディストリビューターだけですね、これが、少しもですね、進化していなかったです。ずっとですね、昔から同じものを使っておりまして、この以前から使っていたですね、ディストリビューターに関しましてはですね、約5年前から使っております。で、当時ですね、Amazon で2000円台で購入したものになりまして、特に壊れることもなく、また機能面でもですね、大きな不満というものはなくですね、使えておりました。ただ、最近ですね、いろいろ新しいディストリビューターが出回り、いろいろな仕様や機能比較をしている中で、私も使ってみたいなと思うことがありましたので、こちらを購入してみることにしました。まず、この以前から使っていたディストリビューターの一番の欠点だと感じていたことが、この直径になります。一応ですね、事前にも測ってはいたんですけれども、実際にですね、測ってみようと思います。測り方は素人なので、その点はご了承ください。見えますかね。57.8 ミリというふうになっています。この 57.8 ミリというところがポイントになってきます。で、当時のですね、この販売ページをですね、見てみますと、58ミリのポルター用にですね、適してますよということで、商品のこの底の部分ですね、この部分の、径というところが58ミリのはずだったんですけれども、微妙にですね、小さいです。57.8 ということで、58ミリに達していないということになります。0. 何ミリの世界なので誤差かもしれませんが、少し小さいなという印象です。で、いつもですね、このディストリビューターをやった後ですね、このディストリビューター自体にこの溝があります。溝の話が多いですけれども、ここにも溝があります。これはこの高さを調整することによってですね、溝というのは調整できるんですけれども、今私の環境ではこれぐらいの溝が適しているなというふうに思っているんですけれども、ここへのですね、溝ができていることによって、粉が結構溜まっていました。つまりですね、ポルターフィルターに、粉を入れて、そこに乗せるわけなんですけれども、見ますと、こういうポルターフィルターに乗せます。そうすると、ここに中に粉がある状態でこれを入れますが、これが少し小さいんですね。なので、ここに入れることによって、この中からこの横をですね、伝って、この溝のところに粉が来てしまうということになります。で、粉の量がですね、極端に変わるわけではないんですけれども、毎回少しずつでもですね、粉量が変わってしまうということも気になっていましたし、またこの部分のですね、掃除も毎回気になりながら使っていました。で、結構ですね、細かな話になりますので、大したことではないかもしれませんけれども、もしですね、ご視聴いただいている方の中で、ディストリビューターの底の部分のサイズが 58mm と記載されているものを使っておられましたら、
一度ですね、この動画を参考に実際に測ってみて、場合によっては見直されてもいいのかもしれません。はい、ではですね、なぜこの、イカペさんの新しいディストリビューターを購入したかですけれども、私なりの目線のポイントを4つ挙げていきたいと思います。1つ目がですね、最近のこの 58mm のポルターフィルターに関連するツールの表示がですね、結構正確に表示されている商品も増えてきまして、このイカペさんの商品販売ページには 58.35mm と記載されています。そうなんです。実は一般的に業界標準で 58mm と呼ばれることが多いですが、実はこういったツール類というのは 58mm ではなくて、例えば 58.3mm とか 58.35mm とか、といったようにですね、少しだけ大きいんです。で、ちなみにですけれども、こちらの MHW3 ボンバーさんの、ですね、見えますか？ここにもですね、58.35 というふうにですね、書かれています。つまり 58mm ちょうどではないですし、58mm より小さいわけではないです。ということになります。で、実際ですね、こちらの直径もちょっと測ってみようと思います。ちょっと出てきてしまいますので、難しいですが、見えますね。58.8 ということですね。ずれてましたね。58.2 ですね。事前にですね、測った時には 58.3 というふうになっていましたが、このあたりのちょっと誤差はお許しください。今、取ってみると少し広がったのか、58.3 ですね。58.3mm ということになります。ちょっと素人がですね、測っていますので誤差があるかもしれませんが、先ほどのですね、旧型と、比べてみても、イカペさんの、ちゃんとしたメーカーのものは、58.3mm 前後はですね、あるんじゃないかなというふうに思ったわけです。で、私がですね、いろいろと検討している中で、このことをですね、購入前に気がついて、58mm ではなくて、58.35mm のようにですね、ちゃんと商品のですね、サイズに細かな仕様が記載されているツールを選んでみようというふうに思ったのが一つのポイントになります。ちなみにですけれども、こちらが MHW3 ボンバーさんのパックスクリーンですね。こちらには 58.5mm というふうにですね、書かれています。これも58mm ちょうどではないですということがわかりますし、これはパックスクリーンなので、ポルタフィルターの上に置く部分になりますので、もしかしたらこのミリ単位では少し大きくですね、作っているのかなというふうに思います。こういったような形でですね、58mm と言われておりますが、少しずつですね、サイズの調整というのがされているものが、エスプレッソのツールというものになります。次に2つ目はですね、単純にこのイカペさんの製品をですね、使ってみたいということがありましたが、見た目の部分ですね。以前からですね、お話ししているブラックカラーであるとか、ウォールナットカラーのツールを使ってみたいという衝動にですね、駆られていまして、今回はオールブラックのものを選んでみました。それで真っ黒ですね。でも見た目はですね、思っていた通り、めちゃくちゃかっこいいかなというふうに私は思います。で、次に3つ目なんですけれども、特に個人的な思い入れなんですけれども、こういったツール類ですね、こういったものに関しましてはですね、しっかりした、金属のパーツでできているというものが好みになります。以前から使っていたものをですね、見ていただければと思いますが、同じようにローレット加工というものですね。上側の方に使われております。このローレット加工でですね、この指に当たる部分がですね、非常に感覚が良くてですね、滑ることもなくて、気持ちよくですね、回すことができるというものになりまして、
同じようなですね、持ち手の部分に満足しているということになります。最後、4つ目はですね、このツールの特徴でありますグラビティです。つまり、重力でディストリビューターの高さをですね、調整してくれるというところになります。少し前からですね、このような高さを調整してくれるツールとたくさん出回っていましたので、私も興味本位で使ってみたくなりました。で、このですね、なんとも気持ちよくですね、このヌーッと出てくるところですね。先ほどから何度もやっておりますが、この感覚としてはですね、ヌーッという形で出てきて、で、粉の上に乗せると、ディストリビューター自身の重さで自動的に沈んでいってくれるというものになります。で、このツール自体の重さは変わりませんので、バスケットに入っている粉量に対して、このディストリビューターの重さの分だけ、毎回粉を押し込む高さがですね、一定になるという仕組みのようです。ただ、まだですね、使い始めてあまり時間が経っておりませんので、この作用による効果というものはですね、実感としてはまだつかめておりません。ではですね、何度か使ってみた現時点での感想をですね、次にお話ししようと思います。まずポイントの一つ目でですね、説明しました、このディストリビューターの直径が違います。で、直径がバスケットに最適にですね、収まることで、粉の端までしっかりと行き渡りますので、まんべんなく粉を分配できて、で、安定抽出効果があるような気がします。また、ディストリビューターをですね、やった後の見た目も、こちらと比べるとですね、綺麗なような気がします。で、注意点としてはですね、置くときにですね、結構気を使います。先ほどもありましたが、ポルターフィルターですね。ここに粉が詰まっております。で、粉が詰まっているんですけれども、ここにですね、このヌーッと出てきた黒い部分を、収めないといけない。ここがずれていたりですね、傾いていたりすると、変な形でですね、下がってしまうということです。なので、ここをきっちりと入れないといけないというのが、少しですね、粉を入れるときに気を使っていました。前の方はですね、そんなに気を使わず、最初からきっちりと、合うイメージではあったんですけれども、多少ちょっと余力もあるので、そんなに気を使ってなかったんですけれども、このヌーッと出てきた後に、そこからこの収まった後ですね、ここで回さないといけませんので、この水平を保つために、必ず斜めにはならないように、ここでしっかりと、出てきた部分が収まるようにですね、を入れないといけないというふうな、ちょっと気を使うところがあります。で、もう一つですね、気になった点というのは、旧型のところにですね、粉が、のところに、溝のところについてしまいますよというお話をしましたけれども、このイカペの製品もですね、イカペさんの製品も、粉がパウダー状になっていますので、この縁にもですね、細かいものっていうのは、多少ですね、つきまして、掃除というのは必要になっています。またこれからですね、ガンガン使っていってお伝えしたいポイントが出てきたらお話ししようかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。今はですね、こういった動的に動いて調整してくれるようなものというのがたくさん出てきておりますので、ディストリビューターを検討されている方の何かの参考になれば嬉しいです。このチャンネルではエスプレッソを中心にコーヒーに関する動画をアップしています。今回の動画が参考になったとか、エスプレッソが好きな方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。